はい、こんにちは。山下夏実です。5月24日土曜日。今日はですね、平塚ビーチパーク。結構いろんなポイントで入りましたね。朝一コート前、スタートで、扇の松の方とかで、テトラ西とかでも入っていきました。朝一コート前でね、少しスキムとサーフィンやっていったんですけど、ちょっとコート前だとね、ややペラめの波が多くてですね、スキムやったけど、ちょっと難しめでしたね。当てれるんですけど、ダンパーチックですぐ終わっちゃうみたいなことが結構多かったので、苦戦しましたね。で、一旦ね、ポイント移動の流れで、テトラ西とかもね、一応チェックしました。テトラ西はですね、かなりペラいいけど、形はですね、斜めに入ってきてくれる感じで、それ狙って少し、ペラくてもいい場所で当てるっていう練習を何本か、ちょっとこの辺はやっていってます。なんか、全然波はついてないけど、いい感じに伸びてます。さあ、ここからメインですね。今回の一番波が良かった、扇の松ですね。で、扇の松でもね、2ピンぐらい入ってね、動画後半はラップ波。で、この時間は、流し波の映像がまとまっております。結構ね、波が、選ばないといけないけど、波は良かったのでね、積極的にちょっと流し波この時間狙っていってます。流してトリックっていうよりは、ターンしてすぐトリック、それから流す余裕があれば、みたいな感じでやっていってます。いろんなトリックちょっとその辺は試しつつやっていく感じでやっていったのが今日ですね。走るライン取りとしてもね、結構合わせやすい波だったかなと思うんで、かなりどのレベルの人でも乗れる条件ではあったのかなと思います。こんな感じでちょっとね、だんだんね、一応潮回り的には上げ傾向だったんですけど、もうこの時間あたりは。ただちょっとやっぱり、ね、まだペラペラなんでね、ちょっと苦戦はしてます。当てる位置っていうよりは、当てた後にどうするかっていうところがちょっとね、難しめだったかなと思うんで、意外とこれ見るとわかると思うんですけど、結構ペラめなんですよね。これボディバリアで狙ったけど、ちょっと着地失敗ですね。基本はちゃんと当てれて、次どうするかっていうのを考えながらやる感じですね。当ててからでも別に遅くはない。次何やるか考えてるっていうのでね。なのでゆっくりその辺は当てて、その波がどう割れてくるか、どのスピードでどの位置で来るかっていうのも考えながら、次の動きに派生していってます。ちょっとずつ潮が上げてるんでね、一応、この時間はまだね、上げていって、いい感じの距離感で波が張ってくれてたんで、積極的にちょっとアウトの方の波を狙っていってます。余裕があれば、今みたいにリップでトリックかけたりとか、ライナーで流せたりとか、そういう感じですね。これとかちょっとグラブ遅れちゃってるから、あんまり決まってないけど、こういう波だったらちょっとトリックの方がいいかもしれないですね。今日はどっちかっていうとやっぱりトリックメインでライディングをコンプリートした方が良かったかなっていう感じの、特にこの時間の流し波に関して言えば。これ今のいいですね。ちょっと真上からだったけど、ターンの仕方が出てますね。スタイルが。結構いろいろ試せるいい練習デーだったのかなと思います。しばらくね、ちょっとまだ流し波の時間がついてたんで、流し波の映像となっておりますが、かなりこの時間は流し波、潮乗ってきたら
ピークずらして、ラップ並みみたいな感じで、割かし全部のね、練習ができたかなっていった感じなんで、かなり、いろんな練習ができたのかなと思います。さあ、この辺はちょっと板変えながらですね。借り物の板ですけど、ちょっとそういうのも合わせながら乗ってます。でもやることは基本的に一緒ですね。これいいですね。リッピングでスピナーかけて、グラブしてストールさせて、その後は、ストールさせた後スイッチにして、そのまま中火にですね。これかなりいいですね。かなり高難易度技だし。まあ、そういう高難易度技も含めながら、技というよりはコンビネーションかな。高難易度。やっていってます。このあたり。はい、もうちょっと板戻しつつね。これ今、リカバリーで耐えましたね。完全に後ろ足浮いてましたけど。そういうイレギュラーにも対応する練習ですね。さあ、ちょっと波なかったから、そのまま5-4ショビットアウトに出てやってます、今のは。そういうことがね、あんまりないようにはしたいですね。ちゃんと、狙った通りのとこにね、ターンして、コンプリートするっていうのがね、すごい重要なんで。まあ、どの波でも一応帰ってくる意識はしたいところですね。特にこういう波だと、形がいいんで。さあ、スタイルがちょっと出てるトリック系ですね。この辺は。だんだん流し波にも慣れてきた時間だったので、この辺りは。トリックにも結構積極的にチャレンジしていってます。まあ、あとは、こういう風にウェーブライドですね。ちゃんとレールを入れ続けたまま流せてるかとかも気にしながらやっていく感じですね。このリッピングでかけたワントリップもすごいいいですね。さあ、ラップ側にも切り返してって感じですね。これ映像で見ると、もしかしたら流し網の方がもうちょっと流せたかもしれないですね、今。やっぱやってると、ちょっとその辺分かりづらいけど、映像で見返すと、こっちの方が良かったなとかあるかもしれない。さあ、いい流しなんですね。もうちょい先端まで行きたかったかな。グラブしてたから。これもうちょい先ですね、やっぱり。グラブするのをもうワンテンポ早めて一気に腰を落とした状態で加速させてもよかったかもしれないですね。だからこれとかが今の2個目の映像とかそうですね。こういう感じで。しゃがむのがちょっと、しゃがむって言い方は変かな。あ、まあでも腰を落としていくっていうのをもうちょっと早めると、やっぱり板が安定するのが早いんで、加速につながることがあるんでね。こういう下っていくときは。そういう動きはちょっと早くてもよかったかもしれないですね。ちょっとね、この辺の時間は上げてきた感じですね。こういう感じでね、今のとかもすごいいいんですけど、上げてきてですね、ちょっとフェースがなくなり始めてたから、この辺りの時間は。さあ、ここから移動ですね。ピークをちょっとやや右側にずらして扇のマスの流れも。ここからラップ波ですね。ラップ波って言って今一発流してますけど、ここからほぼラップ波で、ちょっとね、口が深いゾーンになったんですけど、一発で回す練習ですね。この辺りは。テイクオフして、これは逆スピナーからターンですね。逆スピナーでサイドウェイで止めるのちょっと難しかったから、まあ今後はちょっとパンプで止めようかなと思います。さあ、ビッグスピン。
この辺りの時間は、まだ、ちょっとポイントずらしてから、何がいいかを、まだ判別できてないから、いろんな波出てる感じですね。流し波、小波、ラップ波みたいな感じで、いろいろちょっと試してる感じです。ただ、こういうラップ波が、ちょっと難しい。まだ、口が深いから。ですけど、明らかにラップ波でいけるだろっていう感じのうねりの入り方してますね。ちょっと口深いところにちゃんと一発でターンしてチューブ入れるかっていうのをね、できるかどうかっていうのを試す波だったかなと思います。これいいですね。しっかり巻かなそうなのを合わせて、ちゃんとパンプして前に出てます。この今のテールの使い方もすごいいいですね。あとはちょっとデッドウォーターメインだったから、モンキークロール使ってますね。強いて言うなら。で、モンキークロール使ってできるだけ奥からというか、アウトでね、板を置くことによって、この波の距離をちょっとできるだけ近づけて、やっていってる感じですね。このギャップの裏のね、波がですね、微妙に速いから、それもあるんでね、ちょっと、モンキークロールでできるだけギャップ超えてから板を置けるようにとか、したりしてます。久しぶりにザ・デイナミって感じですね。こんだけ両方の全方向をほぼ練習できる日っていうのはなかなかないんでね。まあ、ザ・デイと言っても過言ではないかなって感じで。これとかすごい形ですね。最後の巻き方が微妙だけど、ちゃんとコンプリートができた。さあ、いいですね。このテール、レールの使い方いいですね。テールをいい感じで抜いてる。こんだけね、同じような感じで波が来てるのでね、いろいろちょっと試しながらやっていってますね。ターンの仕方とか。これいいね。かなりスプレー上がってね。一発ターン。さあ、スピナーから一発ターン。で、ラップチューブ。これいいですね。これ今日の中でも結構ベスト3ぐらいかな。もしかしたら。ちょっとね、ベスト3を決めるっていうのが難しいぐらい乗れてたんですけど、まあ5本撮りやったら1本入るかな。横走って最後これはワンアクションですね。さっきと同じようにスピナーアプローチするけど、最後ワンアクション。で、これは3ショービットですね。これも良かったね。これも5本のうちの1本に入りそうですね、今日は。ちょっとややレイトで3ショービット回してね。横に走ることができるためには、一発で回せることがすごい重要ですね。特に今日みたいに形がいいけどちょっと口深くてブレーク早そうに見えるっていうか実際ちょっと早いんですけどっていうのっていう波に対してはやっぱりいかに一発でターンできるかっていうのがすごい重要ですね。それができるとやっぱり積極的にこのターン前とかターン後にもねトリックかける余裕が生まれるんで、こういう日はちょっと積極的にいろんな波出ていってます。ただもうちょっとね、結構上げてきちゃってですね、この時間のあたりは。やや巻きにくくなってるんですよね、このあたりの時間。これよくスピナーここで回したかなって感じですね。もう完全ボトムまで落ちちゃってるけど、実際なら刺さりそう。さあ、ちょっとそう、この辺はやっぱり見てるとわかると思うんですけど、ターンがさっきまでと違って一発で完了してないんですよね。っていうぐらい、ちょっとゾーンがね、もう見分けるの難しくなっちゃってるやつね。だから見分けられれば今みたいな感じのラップがやってる感じですね。
こうちょっと重なりやすくなっちゃってるっていうのもあるかもしれないですね。多少巻きが甘くなっても、どうやってターンするかっていうのも考えながら、やっていってますね、こういう時は。さあ、もうちょっとこの辺デッドウォーターかなりきつくなっちゃってね。もうスキムタイムでは、スキムタイムというか、この日の週は終わっちゃったかなってタイムですね。まあ、かなりザデイで、今日はいい練習ができたんじゃないかなと思います。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。今回の動画良ければ、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。